黒潮の猛烈な流れ、複雑にぶつかる潮流と波、台風の通り道。台湾とルソン島の間にあるバシー海峡はアフリカ南端の喜望峰にも匹敵する世界有数の航海の難所です。ですが古代の人々はこの危険な海を繰り返し渡っていて、その中で生まれたのが丸木舟の横に支えになる浮き木を取り付けたアウトリガー船だと言われています。今からおよそ5000年前、オーストロネシア系民族のスセンたちはアウトリガー船に乗って台湾島から海へ漕ぎ出し、大移動を始めたと言われています。その頃日本列島はちょうど縄文時代の真っ只中でした。今回のテーマは丸木舟です。南洋の航海技術が発達したバシー海峡。人々はなぜこの海を越えていったのか、そんな背景をたどりながら、日本列島の縄文時代の丸木舟がなぜアウトリガー化しなかったのかについても考えてみたいと思います。では実際にそれはどんな航海だったのでしょうか。見ていきましょう。黒潮は赤道から北上し、台湾島の手前で東へ抜ける強い流れです。この海流を利用して北上するには、西方向に向かってひたすらオールを漕ぎ続け、そして台湾島の手前、バタン諸島の北端から黒潮の流れるバシー海峡を越える。ここが最大の難所でした。逆に台湾からルソン島へ向かうには、まず台湾島の南にある黒潮の分流を越えなければなりません。そのためには北からの季節風の時期を待って流れの弱い場所を探しながら斜めに進まなければなりません。東側のバタン諸島までたどり着ければ点在する島々を渡りながら進むことができます。ですが島が近いから安全というわけではありません。島を囲む浅瀬と深い海の境目では潮の流れが突然変わります。さらに海流と逆向きに強い風が吹くと鋭い三角の波が立って船は激しく揺れて転覆する危険もありました。黒潮を越える高度な技術というのは一瞬一秒気の抜けない調整に次ぐ調整の連続だったのです。これは星空を見上げて位置を確認しながら進むポリネシア人の航海術とはまた別の技術です。彼らの航海術は他の海でも適用可能な技術ではなく、命がけの航海で積み重ねられた経験と記憶の集積でした。一度渡れたから次も渡れる、その繰り返しだけが地図のない海を越える方法だったのです。だとするととても基本的な疑問が浮かんできます。それは最初に渡った人はなぜこんな危険な海を渡ろうと思ったのだろうかということです。実は最初に渡った人たちが渡っていたのはそれほど危険な流れではなかった可能性があります。その考えのもとになるのは古代の地形です。黒潮は単に暖かい水が北へ流れ込むだけではありません。海岸線の形や海の広がり方によってルートが変化します。氷河期の終わりまで海面が今より120メートル低かった頃の黒潮は流れる場所も強さも現在と違っていた可能性があります。スンダーランドという巨大な陸地が存在していた頃、黒潮は現在よりも東寄りを流れ、ルソン海峡は大陸と東照部を結ぶ入り口のような場所だったのかもしれません。この海峡は水深が深いため海面が上昇しても島と島の間の距離そのものはあまり変わりはありません。ですが当時は穏やかな内海と太平洋を結ぶ湾の出口のような環境だった可能性があります。数千年もの間黒潮は位置を変え強まったり弱まったりしながら現在のような形に定まったと考えられています。だとすると人々は最初から激しい流れに挑んだのではなかった。その変化の中で生まれた工夫の一つがアウトリガー船かもしれません。これは古代の海を行き来していた海洋民のネットワークがスンダーランドが沈んだ後の海域から広がっていたとするルサンタオ理論的な視点です。一般的には紀元前3000年頃、
台湾島を出発したオーストロネシア人がバシー海峡を越えて南へ広がっていったと考えられています。一方、黒潮が現在に近い位置に安定したと言われているのはおよそ紀元前4000年頃とされています。ですからそれ以前からアウトリガー船で人々がこの海峡を越えていったのかどうかということについてはまだはっきりと分かっていません。台湾島から南へ向かうにはまず黒潮の分流という難所を横切らなければなりません。そのためオーストロネシア人は本当に台湾島から南下して広がっていったのか、それとも黒潮に乗って北上してきた人々が逆に台湾へ渡ってきたのではないか、そんな議論があるのも興味深いところです。もしかすると古い時代から人々はこの海峡を渡っていたのではないか。古代の知見はそんな可能性を語っているのかもしれません。さて、こうした古代の海岸線の変動という視点で見てみると、日本列島でアウトリガー線のような外洋を渡るための航海技術がなぜ発展しなかったのかも見えてきます。氷河期の時代、日本列島は今よりはるかに大きな陸の塊でした。やがて海面が上昇すると、九州、四国、瀬戸内海が現在のような姿となり、複雑に入り組んだ海岸線が生まれていきます。そこは魚や貝、海藻、豊富な漁場であり、丸木舟が活躍する世界でした。日本列島では沈んだ地形そのものは比較的少なく、島と島の間にできた海峡も丸木舟で十分渡れる距離だったんです。例えば対馬海峡を越えて朝鮮半島へ向かう場合でも、対馬列島をたどりながら進むことができました。ここで重要だったのは岩場への接岸、複雑な潮流、横から叩きつける波への対応です。日本近海のように四方八方から複雑な波が叩きつける海では、接続部に負荷が集中しやすいアウトリガーは船を安定させるどころか逆に弱点となる可能性があります。そのため日本では外側に浮材を作るのではなく、船そのものを厚く重く頑丈に作るという方向へ進化していったと考えられています。そして航海技術の違いも海流の性質を見ると理解しやすくなります。バシー海峡で見てきたように、古代の航海技術というのは海流をどう利用するかの技術でもありました。日本近海で利用しやすかったのはまず対馬海流です。山陰から北陸、さらに東北、北海道へ沿岸をたどりながら長距離移動が可能でした。そしてその沿岸沿いには縄文人の遺跡が点々と残されています。そして黒潮です。ただし利用されたのは幅が広くて流れの速い本流ではなくて沿岸部の流れだったと考えられています。なぜなら黒潮は沖へ流れ去る海流だったからです。海が違えば生きるための船も違う。そこにあるのは技術の優劣ではありません。それぞれの海においてどちらの船も最先端だったのです。以上、日本列島の丸木舟はなぜアウトリガー化しなかったのかを見てきました。こうした海の技術は時に古代の日本と西方文明はつながっていたのではないかという話と結びつけられることが多いです。日本列島は外洋とつながっていたのでしょうか、いなかったのでしょうか。次回はこのアウトリガー線をインド洋方面へ追ってみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。